皆さんこんにちは。このセッションに来てくださって誠にありがとうございます。本日の話は Ruby3.3 でのインスタンス変数の高速化についての話です。私はアーロン・パターソンと申します。Shopify では Ruby と Rails のフルタイムコミッターとしてインフラストラクチャーチームで働いています。私たちのチームは Ruby と Rails の高速化を中心として頑張っています。今日は Ruby の実装と実行について話します。特に Ruby3.3 の高速改善です。最初はデータ構造についていくつかのお話をします。データ構造でもここでは具体的に赤黒ツリーに注目して話を進めていきます。そして Ruby でのインスタンス変数の実装を見ていきます。それからオブジェクトシェイプも含めて説明をしていきます。オブジェクトシェイプはインスタンス変数の高速実装の手段や技術のことです。でも今日はなんでインスタンス変数が速くなるのかについて説明はしませんが、なんでインスタンス変数は遅いのか、その原因について話していきます。その原因が分かればどのようにして高速化できるのだろうという話へ進むことができるからです。では最初はデータ構造について学びましょう。でも単なるデータ構造だけではなく赤黒ツリーを見ていきます。赤黒ツリーは二分検測器の一種だけですが、しかし実行のバランスを取ります。つまりこのアルゴリズムが自動的にツリーのバランスを保ってくれます。バイナリーツリーのバランスが取れていない場合、ツリーの検索は非常に遅くなります。したがってツリーのバランスを保つことが重要となります。これは赤黒ツリーの例です。右側は挿入の順番、左側はキーを示しています。二分キーの中では左側の高濃度は親より小さく、右側の高濃度は親より大きくなります。その規則に加えて赤黒ツリーにはいろいろな規則があります。その規則はキーのバランスを守るためです。ではその規則を見ていきましょう。これは明らかな規則ですが、しかしここで大切なことを言います。まず規則第一、赤黒ツリーの中のノードは全部赤か黒です。規則第二、リーフのノードが全て赤だとします。その場合リーフノードはこの nil のノードです。規則第3、赤のノードが赤い高ノードを持つことは禁止されています。つまり赤のノードの高は黒のみだけ許可されます。このツリーの中は見ての通り、すべての赤のノードには黒だけの高ノードがあります。規則第4、ルートからリーフまでのすべてのパースは同じ数の黒いノードがあります。例えば3から始まると左へ進み、nil までたどり着くと2つの黒のノードを通過します。ここから右に7、8と進んで最後の9までたどり着いても2つの黒のノードしか通過しません。私はハードモードで開発するのが好きだから、ここでもう一つの規則としてルートのノードはいつも黒と追加してみましょう。じゃあこの規則を実装していきますが、しかしここではほとんどの人が学校で実装した方法とは違うやり方をしていきます。今日は岡崎スタイルの関数型の赤黒ツリーを作ります。これは岡崎クリス博士が1993年に発表した論文に基づいています。岡崎クリス博士の発表したこの論文にある
要文がとても面白いと思ったので読んでみたいと思います。誰もがコンピューターサイエンスの入門クラスでバランス検索ツリーについて学ぶとは思いますが、たとえどんな心強い人でさえこんなモンスターを実装することを考えるとずっとするでしょう。しかし有能なプログラマーならばたった15分以内で赤黒ツリーへ実装できる挿入アルゴリズムを紹介します。私は有能なプログラマーかどうなのか分かりませんが、私は15分でブログを書けるので、ぜひ赤黒ツリーを試してみたいと思います。最初はリーフノードを実装します。リーフノードはいつも黒です。後でパターンマッチを使えるように deconstruct のメソッドを定義します。次はクラスメソッドを呼び出す insert のヘルパーメソッドを定義します。このリーフノードはシングルタンです。このデータ構造は関数型なので何も変更しません。そのためリーフノードのインスタンスは一つだけ必要です。最後は新しいツリーを作るとき、単なるリーフノードを返します。普通のノードも定義しましょう。このクラスは簡単です。一つのことしか示さないけど、それはパターンマッチで使われる deconstruct メソッドを定義します。後でパターンマッチを使って赤黒ツリーの式を簡単にかけてくれます。これはキーを挿入するコードです。このコードを説明していきます。最初は補助の挿入メソッドを呼び出します。その補助メソッドは赤ノードを返した場合、黒ノードを変更します。これはパターンマッチで赤ノードを分解して、そして黒ノードを組み立てます。補助機能の中で足してくれたノードはリーフだったらキーの2つのリーフノードに示している新しい赤ノードを作ります。もちろん呼び出されたインサートの機能はこの赤ノードを黒ノードに変更します。でもこの関数を再帰的にしたいのでアルゴリズム機能するためにはこのように定義しないといけません。操作の実行中のコードを見ていきましょう。最初にリーフノードを返すための新しいツリーを作ります。次に5の値を挿入します。キーでインサートメソッドを呼びます。そのインサートメソッドは補助メソッドを呼び出してリーフノードを受け取ると5の値と2つのリーフノードを示して赤ノードを割り当てます。そのメソッドから戻ると赤ノードは黒ノードを変換され最後にそのノードを返されるとこのようなツリーになります。では2番目のキーを挿入しましょう。このようなツリーの場合、次の3の値を挿入します。3は5より小さいため5の左の高ノードにならないといけません。そして5の左の高ノードとインサートの補助メソッドを呼びます。その左の高はリーフノードで新しいキーは3です。続いて今のノードの色とキーをバランスに呼び出します。今バランスメソッドは同じ色とキーを持つ新しいノードを返すだけです。それまでこのツリーには3つのバージョンがあります。最初はリーフノードを指し、2番目は5の値のノード、3番目はこの次のツリーを指します。今までは簡単だったけど、これから先難しい部分に入ります。とりあえずこのままの方式でキーは何になるを見ていきましょう。2回は2の値を挿入します。もちろん2は5より小さいから
再帰的に挿入します。2は3より小さいから左へ再帰的に挿入します。左の高濃度はリーフ濃度だから新しい赤濃度を作ります。このバランスメソッドは色とコピーして濃度を作るためこのようなツリーになります。残念ながらこれはルール2に違反します。赤濃度は赤い項を持つことはできません。この問題を解決するためこのツリーを再平行します。一般的に再平行するのが一番難しい部分だけど、これはパターンマッチで簡単にできます。これは2つの赤いの項を持つ黒の親濃度があるパターンを処理することです。この濃度はリーフ濃度が5より小さくて3より大きいかのいずれかだということがわかります。再平行するためにまず5の濃度を回して3の濃度を下にしてから3の右の項を5の左の項に移動させます。最後に5と2を黒に変更します。それでツリーのバランスが正しくなりました。これはもうちょっと一般的なフォームです。この濃度の名前を変数として使うことができます。ここでの習いはこのパターンを検出して濃度を回すことです。A、B、C、D は平行があるとしているから、その色は気にしません。次はこのツリーを回すだけです。回した後、両方の項を黒に変更します。さて、どうやって Ruby でこのパターンを検出したらいいでしょうか。Ruby のパターンマッチの機能を使います。バランス機能を使ってパターンを検出して Ruby のパターンマッチを使って確認します。パターンマッチを使えば一番上の親濃度は黒か、その濃度の左の項は赤か、その濃度の左の高濃度も赤か分かります。そうならばツリーを回します。そうでなければ普通に新しい濃度を作ります。このアルゴリズムの魅力的なことは4つのパターンしか検出する必要がないからです。それはこの4つの違うパターンです。4つのパターンを全部をこの平行ツリーで回すことができます。これらのグラフです。探しているパターンの表を作れます。この表をパターンマッチのコードへ変換したら全部の違反パターンを検出することができます。これで前の違反にマッチしたコードを返信できます。やったことといえばこの表をパターンマッチコードを変換しただけです。パターンマッチはノードの違反を検出してそのノードを分解して平行的に組み立てます。ツリーを再平行できるようになったので実装を終わらします。もしノードがリーフなら新しい親ノードを作ります。もしキーが小さかったら左に挿入します。大きければ右に挿入します。これで赤黒ツリーのコードを書くのはおしまいです。90度回転させると90度回転させることで1スライドに収まります。赤黒ツリーの使い方はあんまりエキサイティングじゃないと思います。でも要素を挿入することで値があるか探すことができます。興味深いのはこの構造の関数型だから値を挿入する場合新しい赤黒ツリーが返されます。ツリーに値を挿入するたびにツリーの全体ではなく再平行が必要なノードだけがコピーされます。
赤黒ツリーの利点はこの通りです。ツリーのバージョンはメモリーをシェアできます。挿入は早く、検索も早いです。ただ何も削除することができないことが欠点です。複数のツリーのバージョンを使うことができるけれど、特定のツリーから何も削除できません。話が変わりますが、オブジェクトシェイプとインスタンス変数について話しましょう。オブジェクトシェイプは簡単に説明すると、インスタンス変数の配列のインデックスに変換する方法です。オブジェクトシェイプの実装について話します。それからオブジェクトの欠点について話します。オブジェクトシェイプは比較的に良い改善だと思いますが、いくつかの問題とその解決方法について話していきます。インスタンス変数はオブジェクトが示している配列に保存されます。でもコードを書くとき、インスタンス変数の参照は配列のインデックスではなくて名前で参照します。ではどうやって名前をインデックスに変換できるでしょうか。その方法は大きなキー構造を維持することです。このツリーをシェイプツリーと呼びます。ではこのツリーの動きを見ていきましょう。まずすべてのオブジェクトに ID が割り当てられます。そしてすべてのオブジェクトはキーのルートから開始し、ツリー内のパスを通ります。この例ではルートから始まり、color の変数を設定すると shape1 になります。その後、キーの変数を設定すると shape2 になります。それから left を設定すると shape3 になります。最後に right を設定すると shape4 になります。ここでもう2つのクラスがあるとします。この2番目のクラスは最初のクラスとよく似ていますが、インスタンス変数の順番はちょっと違います。このコードも同じように color を設定して、そしてキーを設定します。でもライトのパスがないので、新しいノードを作って、そのパスを使います。最後に新しいレフトのノードを作り、そのパスを通ります。要するにクラスは違っても複数のインスタンスは同じシェイプを共有できるということです。シェイプツリーの方式は名前と設定する順番だけが基づいています。この過程ももう一度詳しく説明します。まず、オブジェクトは最初に作られると、shape0 が設定されます。新しいインスタンス変数を設定すると、どこに保存するかわからないので、shape3 からインデックスの検索をします。定義されていなければ、新しいノードを割り当てて、そのインデックスを使います。では、この例を見てみましょう。まずはカラーを設定しましょう。カラーはまだ定義されていないから、0のインデックスを割り当て、新しいノードを作って、値を書き込みます。次はキーがすでに定義されたかを確認します。定義されていなければ新しいノードを作り、1のインデックスを割り当て、値を書き込み、オブジェクトの shape ID を変換します。一つずつのインスタンス変数はこのプロセスを繰り返します。最初の定義の確認、定義しなければ、新しいノードを作り、インデックスを割り当てます。インスタンス変数のインデックスからツリーの探しを割り出すことができます。インスタンス変数を設定する前に、もうすでに定義されているかを確認する必要があります。
でも、ここで悪いニュースはあります。それは定義の確認は ON 演算です。親の濃度を全部チェックしないといけないから、ツリーの深さで時間がかかります。つまり、ツリーが深けば深いほど時間がかかります。でも、いいニュースは、インラインキャッシュがあります。インラインキャッシュはこの問題を主に解決してくれます。でも、インラインキャッシュがどうやって解決するかを見てみましょう。ここは前の例と同じことを行いますが、インラインキャッシュを追加します。まず最初の変数を書き込み、そして今回はインラインキャッシュも書き込みます。そのキャッシュはオブジェクトの現在のシェイプ ID を持っています。その ID はキャッシュキーになり、そのキャッシュは次のシェイプ ID と現在のインスタンス変数のインデックスを持ちます。他の変数は同じプロセスを繰り返します。次に実行するとき、キャッシュのシェイプ ID とオブジェクトの ID を比較します。ID は同じだからツリーを探さず変数の値を書き込んでオブジェクトのシェイプ ID を変更します。後の残る変数にキャッシュチェックと値を書き込むことを繰り返します。キャッシュヒットがある場合、インスタンス変数の読み取りと書き込みは一定です。キャッシュヒットあったら、もうシェイプツリーを参照する必要はなくなります。でも、キャッシュミスがあった時のコストは大きい方で円です。これからキャッシュミスの高速化する方法を見て、この話をまとめましょう。では、キャッシュミスはいつ起こるのでしょうか。一般的に予想外のシェイプを処理するとき、シェイプキャッシュミスが起こります。よく見かけるケースを紹介します。第一の例はサブクラスです。このサブクラスは親クラスのシェイプと違います。リードを呼ぶとき、インスタンスのシェイプが違う場合があるので、キャッシュミスが起こります。第2の例です。これはサブクラスはスーパーを呼ぶ前に変数を定義しています。親クラスの initialize メソッドが呼び出されると、このオブジェクトのシェイプは0か1です。つまり、使われるクラスによって親クラスのメソッドに書き込まれるインスタンス変数が全部キャッシュミスになるわけです。これは第3の例です。インスタンス変数を追加するたび、そのシェイプは変わります。LazyIV のクラスのインスタンスは最大で5個までの違うシェイプになる可能性があります。だからこの場合、この A というメソッドは絶対ヒットすることはありません。ここにいる皆さん、このようなコードは書いていないでしょうね。冗談です。このようなコードを書いても大丈夫ですよ。だって Ruby のコアチームはユーザーが書いたコードができるだけ高速化できるように頑張っています。では、どうやってこのケースをスピードアップできますか？この全部のケースの中でインスタンス変数が定義されているかを確認しています。全部のノードにすでに定義されている全部のインスタンス変数のセットが示されていたら便利だと思います。一つずつの親ノードをチェックする代わりにセットを検索するだけだからです。それは私たちが書いた関数型赤黒ツリーです。今日は特別にセール価格で無料です。でも今買った方がいいと思います。では皆さん、アーロン、そのキーから何も削除できないよと思っているでしょう。しかし、ここではいい情報があります。シェイプは絶対削除されないから、
キャッシュから値を削除する必要はないです。これをシェイプツリーのキャッシュとして使うので、赤黒キーのノードを削除しなくていいのです。つまり、赤黒ツリーのノードを削除を必要としません。Ruby 3.3 では親のキャッシュとして赤黒ツリーが導入されました。私は Ruby の実装を C 言語に変換して、これを Ruby 3.3 に統合しました。では、このベンチマーキーを、そのベンチマーキーを見ましょう。このベンチマーキーでは N 個のインスタンス変数を持つクラスを作成します。そしてインスタンス変数をもう一つ追加するサブクラスを追加します。そしてすでにキャッシュヒットとキャッシュミスするケースを比べます。こうすることでインスタンス変数が増えるとキャッシュヒットとキャッシュミスのパフォーマンスを目に見ることができます。これは Ruby 3.2.2 のパフォーマンスのグラフです。Y 軸はインスタンス変数の読み込みにかかる時間を示し、X 軸はインスタンス変数の数です。このグラフを見ると、インスタンス変数の数が増えれば増えるほど、キャッシュミスの時間が一定で増えるのがわかります。これは 3.3 のグラフです。キャッシュミスとキャッシュヒットの時間差はそんなにありません。キャッシュがミスした場合、オーバーヘッドが少しあるけど、前のスライドのように一定的に大きく増えていません。インスタンス変数の数が増えても、キャッシュミスの時間はあんまり増加しません。では、書き込む速度を測りましょう。これは変数の読み取りベンチマークと同じですが、変数読む代わりに変数を書き込みます。これは Ruby 3.2 のベンチマークの結果です。また Ruby 3.2 のキャッシュミスは一定的に増えます。これは Ruby 3.3 でのベンチマークの結果です。キャッシュミスは大きい方で log n です。だからヒットの差はあんまりないです。もう一つ測りたいことがあります。読むと書くの速度を見てきましたけど、これらのベンチマークは両方とももうすでに定義されたインスタンス変数へのアクセスの時間でした。だから定義されていないインスタンス変数が定義されているかどうかを判断する速度を知りたいと思います。特にいつも変数が定義されていない状態で defined のメソッドを測りたいです。このベンチマークは前のベンチマークと同じだけれど、もう定義された変数を読むか書くかの代わりに定義されていないインスタンス変数を探します。これは Ruby 3.2 でのベンチマークの結果です。インスタンス変数があればあるほど、キャッシュミスの時間が長くなるのがわかります。でも、オブジェクト上のインスタンス変数の数が増えると、キャッシュヒットの時間も増えます。それは Ruby 3.2 にはキャッシュはないからです。じゃあ Ruby 3.3 の数を見てみましょう。Ruby 3.3 ではグラフの数をよくなったけど、私はこのようなグラフになると思ってはいませんでした。Ruby 3.3 ではインスタンスキャッシュがあるのは分かったけれど、キャッシュミスのための赤黒ツリーを使っていないことが判明しました。これは Ruby のマスターブランチで修正したので、Ruby 3.4 の数を見てみましょう。Ruby 3.4 ではキャッシュヒットとキャッシュミスがほとんど違うことがわかります。キャッシュミスはオーバーヘッドがあるけれど、Ruby 3.3 よりずっと優れています。
ここでみんなにこのセッションから持ち帰ってもらいたいのは次の通りです。まず、ローゲンがいいです。データ構造を学ぶのは使っても使わなくても楽しいものです。もしかしていつかある特定の構造のための完璧なユースケースに合う日かもしれません。さらに Ruby3.3 は早いからアップグレードしてください。そして Ruby3.4 は今よりももっと早くなります。ご清聴ありがとうございます。